テキラードデュジョンです。今回はね、ナビ VS TTP e スポーツというクランとの対戦になりますね。タウンホール16もね、もうほぼ終盤となってきたような感じなんですけども、最後に結構大きな大会が残って、スナップドラゴンプロシリーズというような大会のうちの一つになっております。早速やっていきましょう。はい、というわけでね、当然のようなハードモードでの対戦で、対戦相手からのアタックでルートライダー編成ですね。配置的には対策陣ですね。前回対策陣結局タウンホール16ほとんど使われてなかったっすね。最後は使われていってというところで、ほぼ見なかったっすね。前回対策陣使われない環境っていうのもなかなか面白いね。タウンホールスサイドをキングで見ていきます。外周部流れないようにダイクをスーパーバーバリアンカットして、もう手元のスーパーバーバリアンが残り2体になってますね。だいぶ使わせられたんじゃないでしょうか。オーバーグローは2発型。クイーン合流させたいというようなイメージもあったと思いますが、クエイクブーツを大きく穴を開けて、ルートライダークイーン合流ができそうなんですけど、ギリギリ被らないので、ここはフローズンじゃねえわ。ミラーを使って回避をしていってフリーズ中央へ。ウォーデンがなかなかクイーンの方に入らないっすね。うわーおー、すごい暴走してる。ウォーデンのターゲットが暴れてる。まあ結局、なんだかんだクイーンは入らずという形ですが、ここでいいトムが打つことができています。やっぱルートライダーはね、ドルイドが新しく出てきたっていうところで、回復のね、元がね、ヒーラーだけじゃなくなったのがめちゃくちゃ強いっすね。それはハードモードでも通用するぐらいの硬さにはなってるので、ウォールブレーカー使ってクイーン延命、レイジまで置いてギリギリですが、どんどん延命を図って、ここでもう一度オーバーグロー、ヒーラーも守るような形のオーバーグローになっていきます。やはりこの辺になってくるとスーパーバーバリアンを全て使い切っているというところで小回りの効かなさが出てきてますね。4時のこの大工の方だったりとか、6時の大砲の方だったりとか、そのまま放置されてるような状況なんですが、10日弊社から出てきたバルキリーかな。これはぐるーっと回りつつ、ロイヤルチャンピオンも能力使って、最後現れたところ、ユニットたちが戻っていきます。フリーズも残っていた。ルートライダー編成もね、昔よりもやっぱハードモードになってと、バランス調整もたくさん入って、難易度は上がってるんですが、余裕の全開ですね。さあ、ガックイラバということで、クイヒーが見れますよ。クイヒーが環境に帰ってきました。17でまた消えるかもしれませんが。さあ、スニゴムサイドカットのクイーンパートスタート。やっぱさ、タウンホール16って、やっぱ簡単だったじゃないですか、さすがに。のハードモードじゃないモードね。ってなるとさ、なんかクイヒーとか難しい戦術しなくて良くなっちゃったからさ、やる機会相当減っちゃったんだよね。わざわざやる必要がないですからね、クイヒーとか。そんな難しい戦術ね。いいインビジブルの誘導。内側に入り込んでくるって回るんじゃなくて、この外からね、回すことで、このシングル IT タウンホールとヒーラーの角度も保ったまま進めることができる。ナイスポイズン。いい位置だね。ルーターもめちゃくちゃ強くて、反対サイドはキングロイヤルチャンピオンと。さあ、ここでレイジを置いて、クエイクブーツを大きく穴開けて、キング自身も進めるような形。今までだとこれをね、キングのためのウォールブレーカーとかを入れてあげなきゃいけなかったんだけど。さあ、ロイヤルチャンピオンはここロケットスピアですが、ちょっとね、リクスケルトンに手を取られた形でしたね。さあ、ストライカーも使って、てか、冷静に考えて反対サイド、キングのクエイクブーツ、これクイーンも有効活用できるのか。強いな、それ。クイーンの方はクロークですね。なんかクロークの方が強いシーンって結構あったりするよね。特にクイヒにおいては。僕もこの前ね、マジックミラー採用した形でやったんだけど、クロークの感覚で目切ったら死んでたんですよね。で、だから普通になんか、クロークにしたけはワンチャン良かったかもしれないみたいな、変な後悔をするみたいな。ああ、クローク強かったんやな、みたいな。目を離していい時間とか、なんか無敵の時間がやっぱね、圧倒的に多いですからね。ただ火力で言うとやっぱマジックミラーの方が強いと
さあ最後は数で押し切れるかっていうところ、ラストフリーズかけて裏からはスーパーガーゴイルがやってくる。どうだ？強いね。1番手でクイヒー採用で、タウンクイヒーかなり見えやすいタイプの形だったので、裏も合わせやすかったのかな。いいプランですね。クイヒーやる人からするとね、結構鉄板な形なんですけど、タウンクイヒー横シューター反対キングっていう、すんごいオーソドックスな形を、今回取りやすいでしょっていうところでね、早めに組んでたんじゃないかなと思います。綺麗な形でしたね。で、ここは2人目も変わらず、ルートライダー編成というところで、ルートライダーはね、結構なんかクランを選ぶみたいな感じで、やるクランはかなりやるし、GX とかね、結構やるクランですよね。やらないクランはとことんやらないみたいな、結構あったりしますが、昔はどのクランでもルートライダー一辺倒みたいな感じだったけど、そこがね、シンプルに選べるみたいなところなんですけど、ヒーラー人形、だいぶ今空罠ヒットで解けましたね。12時からはスーパーガーゴイルとかもやってきて、中央をルートライダー部隊貫通させていこうというところ、オーバーグローは2発。時間を結構考えなくて良くなった環境なので、ルートライダーを1枚ではなくて2枚にする形っていうのがルートライダー編成だと結構多いですね。シンプルにオーバーグローの呪文がね、弱体化入って範囲も狭まり、時間も短くなってっていうところで、そういったところでも、2枚あった方が安定するみたいなところもあるし、時間かかっていいなら、ルートライダーとかね、オーバーグローは1枚よりも2枚あった方が強かったりもするんで、抑えられる時間もね、稼ぐ時間も多いですからね。今回もそういった形で、オーバーグローは2発型ですね。世界大会とかでも結構オーバーグローは2発ある形だったりとか、ルートライダー使う人は1枚よりも2枚の方が見るような環境ですね。クイーンはこれさすがに落ちて、さっきちょっとね、ユニット、タウンホールを隠してタウンポイズンを受けないような形で、ちょっと疑似的な、あれですね。オーバーグローみたいなインビジブルの使い道になりましたね、今の。ですが、トルネードに引っかかってしまったので、戻されて、どうだこれ。さあ、モノリスが、フォックス偉すぎる。ホグヘストですね。フォックスが偉すぎるな。姿を隠した。やったくん、スーパーボーラー。こういうことができちゃいますからね。タウンホール15の頃は結構使われてましたが、得意戦術ですね、ヤッターくんのスーパーボーラー編成です。久しぶりに見ましたね。キング外処理隣シューターと、これもね、昔よくある形で、クイヒーとかオデヒーの隣にシューターを置くみたいなのはやっぱ鉄板に強いですからね。お互いにサイドカットになるみたいな。とか今回の場合はウォーデンがね、この迫撃砲を潰してくれつつタゲも取ってくれるので、やっぱシューターの天敵って対空、クロスボウと迫撃砲っていうところが射程で勝てないところになってくるので、その辺のケアが大事になってくるんですけど、そもそも壊しちゃえばね、一番簡単ですからね、ユニットで壊すっていうところよりも、やっぱヒーローで削り取ることができればね、サイドカットとしてもお得ですし、ユニットのワックスも咲かないで済みますからね。ここはちょっと大工とかもね、あるので、時間かかるところ、レイジを置いて時短をかけますと。さあ、ここはしっかり内側に入らないようにね、タイミングよく引っ張っていきまして、ホーミングがヒットしたので、しっかりバルーン追加していきます。なんか援軍の音一瞬で消えましたね。シューターの方にも援軍行かないような形になってくれてありがたい。下のキングの、クイーンが壁中打ってるところに反応して、タイタンとかちょっと向かってはくれませんでしたが、しっかり中央戻ってくれてこれはありがたい。
レイジフリーズ打って、今回タウン爆破をトームで押し切っていく形になりますね。ギリギリですが、トーム打っていきます。キングの方がね、綺麗な形で入らないような位置にいたので、しっかりキングもスーパーボーラーも全部が入るタイミングにずらしていきました。で、ロイヤルチャンピオンは6時の方から、なんかこうやって見るとやっぱトームの時間短いな。感覚だいぶずれるな。キング、クイーン、ロイヤルチャンピオンすべてのね、ウォーデン以外のヒーローが6時に集まっていいウォルブレーカー道を作っていく。クイーンもね、結構 HP 低かったんですけど、クローク温存ができて結局打ちます。これは時短とロイヤルチャンピオンサポートの意味合いがありますね。オーデンの方がこれはターゲット受けてるので、ここが一度、延命かけるフリーズ。この全ヒーロー HP がギリギリ。ロイヤルチャンピオンもここまたギリギリになってるんですけど、耐え切っていく。生きてさえいれば HP がいくつであってもね、仕事はしてくれるんでね。いい延命ですね。対戦相手は、タイタンドルイドですね。これはあれかな、おでひの。なるほど、なるほど。あ ?5 かこれ。5ですね。呪文構成5だな。ファイヤーボールでしたとドッカン入れていきまして、スーパーネクロでよく使われるようなやり方のタイタン版って感じかな、そうなると。タイタンがね、やっぱこの世界大会によってちょっと再評価というか、使われ方がなんかね、見えたっていうところで。こういったちょっとその形のね、ずれた戦術もね、また試されてるような感じですかね。あと、岡弊社サイドカットプラス、内側の方に全、ユニットをぶち込んでいくと。ボールブレーカーでここは少しずらして持っていって、ずらした奥にジャンプか、これは。そうだね。あ、奥までかけないんか。レイジフリーズ、ジャンプ打って、外周部、それは、いいね、バルキリー。そのマルチアーチャーター潰したかったところ、ベイビードラ出しちゃった。あ、でもこれ、ドルイドが欲しい。これ、ロイヤルチャンピオンを目指したドルイドだったと思うんですけど、外周部流れたバルキリーについてますね。それも結構強いぞ。で、ロイヤルチャンピオンターゲット入るタイミングでインビジブル、キングの方は中央大きな穴を開けていく。タイタンがタウンホール落としてくれる。ユニットでタウンホール落とせるっていうのも強いですよね。で、大量のドルイドがね、そこにはついているんですけど、さすがにタウンポイズンプラスのね、超弾大砲、キングだったり、火力の高いところなので、ここは落ちます。さあ、あとはフリーズ1枚とヒーローの能力が2人とも残ってるような状況ですかね。ストライカーもね、キングのために残してあるので、タイミングよくフリーズと合わせて打つような必要がありそうですが、ここは出さないか。ならむしろ残すのもありですが。そのフリーズさあ、ここ内側からロケットスピア飛ばしていく。強いなぁ。ロイヤルチャンピオンが落とせない。クイーンの方も能力使って外周部に登場。ホーミングがこっちに固まってたのでヒーラーがほとんど落ちてないですね。空罠が当たらなかった反対サイドと。ナイス展開。さあ、カズマくん、すごい量のロケバルとバルーンですね。ほぼほぼユニットすべてここに集約してるようなファイヤーボール編成。カズマくんもね、ファイヤーボールに慣れてから相当ファイヤーボールの使い手としてやってますからね。まずはジャイクイーンから始まってオーデンからスタートしないパターン。これは世界大会でもありましたね。両サイドガン削りしてタウンホールまで伸ばしていくっていうやり方を前回はしてましたが、どうでしょう今回。ここはクイーンがマジックミラー。いいですね。インビジブルまで使って、そうなんだよね。ここまでセットでやんなきゃいけないと。反対サイドはアーチャーターを削りましたが、テスラが手前見えている状況ですね。インビジブルで隠れるところだったら OK というところで、削っていきます。クエイクインビジブルが始まって、6時からウォーデンタウンホールへ。さあ、当たったのを確認して、もう一度クエイク打ちますが、ちょっと投石残っちゃった。
タイミングずらして打ったので、大工が直す隙を与えてしまいましたね。うわ、サッカーボール強それ。赤強さ、ロイヤルチャンピオン外から。で、12時の方にはテスラが出たんですが、ロケバル太陽からの突撃艦マルチ ITA。まあ、ロケットバルーンもね、やっぱバルーンの仲間なので、こういった範囲ダメージのものは苦手ですね。さあ、直されてしまった投石機のところにロイヤルチャンピオンが届いて、ここはインビジブルを使って延命。もう一本の方も、頑張れって感じなんですけど、フリーズを使って延命していきます。まだまだ呪文はありますが、落とせるか。落としていく。となると、残ったところ空に対応する防衛施設がないですね。大工ぐらいなので、あとはレイジフリーズかけてのフィニッシュ。投石がね、無事に折れてれば非常に楽な形だったんですけど、残ってしまったんですが、余裕の全開とさすがです。対戦相手、またタイタンですね。これもファイボではなさそうかな。クエイク9で。通常な形ですね。お手引タイタンっていうのもタウンホール15の頃には結構使われた戦術だったんですけど、今回も対策陣のようなね、タイプの配置を採用されてますね。6時の方には10日弊社が現れます。配置クロスまで降りたい感じかな。レイジジェムも強いね。オールブレーカー使って長弾逮捕されるような形にしますが、サポートがないので、そこはさすがにペッカリをほどけるだけ。さあ、ホーミングヒットいいですね。6時が結構10日弊社溶けてるのもいいですね。アイゴレもバネですぐに飛んで、ホーミングヒット。ホーミングヒーラーもヒットしていきます。結構固まってるね。ナイス。シングル IT クイーン結構落としきれそうな感じもありましたが、間に合ってフリーズ。いやー、いいね、ホーミング。ヒーラー残り1体。なくなった。強。対策陣の強み、これですよね。左右対称陣と違って、左右対称陣って罠も結構ね、対象に置かれたりとか、あったりするんですけど、完全に攻めがね、誘導できるんですよね。このウォーデンのルート、完全に読まれてますよ。6時の東海弊社の方も結構渋くすぐ解けるような形になってるし、ヒーラーが中央行く前に解けるような形。さっきもこの動画だったかな話してるとは思うんですけど、ヒーラーの延命って大事なんでね。ヒーラーを使う戦術はね、ヒーラーの延命がとにかく大事です。どの戦術においても。さあ、ロイヤルチャンピオンにドルイドをつけた形、タウンホールの方に戻ってきました、クイーン。どうでしょうこれ、落とせるんじゃないですか。そもそもいなくなった。落とせたんだね。で、ヒーラーの方、ここ、頑張れ、対空砲。あと1体。フリーズ使っていきましたが、どうだクイーン、落ちるか。落ちるかとはいえでも、絶対全開無理ですね。星1防衛はそもそもちょっとボーデン、ロイちゃんがね、この後来たんで、無理だったかなって感じなんですけど、でかっ。防衛になりそうです。84からこの対地クロスが効いてるので、85ですね。85になったフィニッシュ。久しぶりになんか防衛見た感じしますね。星3スパネク。ファイボスパネク。やっぱ環境的に強いものということで、バルキリーは5体入ってますね。スーパーバーバリアンみたいな感じに使われるのかな。スーパーウォールブレーカーは採用してるっていうところと、スーパーネクロっていうところで、スーパーユニット枠がもうすでに2枠消費されてるのでね、スパーユニがね、もうスーパーバーバリアン積めないというところで。テスラも出てきた9時側。
インビジブルからのクエイクドッカンです。で、ロイヤルチャンピオンの方も処理を行っていきまして、どっちに引っ張っていくんだ、これは。イクスケの処理を待ってるってことは、スパネク来ました。処理をすることで延命していきたかったっていう、無駄なダメージを食らいたくなかったっていうようなイメージかな。おー。結構重いぞ、それ。1体長弾大砲で落とされましたね、スパネク。イクスケ固まっている。フリーズ使っていきます。レイジジェムプラスのヒーラーと見習いウォーデンまでついてるんですけど、やはり火力が高いですね。テスラプラスの長弾大砲。で、6時のところからクイーンをサイドカットとして採用。ウォーデン落ちましたね。見習いウォーデンもこのテスラ強いな。てか、スパネクも落ちてるぞ。残り1体。中央キング入れていきます。これがハードモードの火力ですね。さあ、イーグル砲が当たってウォールブレーカーも中央まで届かない。すべてがうまくいかない。クイーンの方も外周、ここはクローク使って、レイジ、ジャンプをこっちに使っていきます。なるほど。で、中央入ったキングのところ、この編成はポイズンを積まないので、キングがだいぶ潰されている。さあ、1体だけバルキリー内側潜り込まして援軍処理に当てていきました。からの、中身ですね、援軍の。バルキリーたちが合流を図って、ジャンプ使ったクイーンは内側に全く入ってない。何のためのジャンプなんだって空船も、TOKIO にも言われちゃいますね、これはね。さあ、ロイちゃんの方でこれはタウンホールをなんとか確保したいところ。呪文はないぞ。呪文はないぞ。お危な。スパネク生きてる、まだ。さあ、このアタックもちょっと前回までは伸びなそうです。頑張れ、スパナック。ビッグボーイをここで生み出せるか。生み出せない。84%。いや、まさかの4番手お互いに失敗ということで、1% 負けてる状況でのラストアタック5番手、前回を取った瞬間に対戦相手の勝利と、選ばれた編成はクイヒー・ディガホグ。世界大会のね、時にもね、解説の時に言ったんですけど、意外と最近ディガホグのね、ちょこちょこ見るようになりましたってことを言ったんですけど、ディガホグの採用ですね。ディガホグはちょっと面白いですね。ヒーリングトームでの採用ですね。プラスのヒールも2枚積んでいるというところ。さあ、オールブレーカー使っていきますが、これはちょっと狙ったようなオールブレークになってないんじゃないか。いい。投石ヒーラーターゲット。ちょっと嫌な展開ですね。キングトーカーを外周流して、昔ながらのよくあるディガホグの流れですね。このままタウンホールの方へ誘導していくっていうような感じなんですけど、オールブレーカー全部投げ切ったんでね。ちょっと、ぐだる感じにはなりますが、援軍細かいところになっていきます。ロケバルスパガごと、結構ヒーラーが、クイヒーがね、直撃したら嫌な援軍だったんですけど、ディガホグの方で受けるような形になりました。いやー、キングトーカーのパート強いな。主にキングがって感じなんですけど、クイーンの方はね、もうタウンホールの方まで伸びきってはいかないんですけど、その分リカバリーでディガホグの方がタウンホールに向かってそこまでトームを温存していました。ヒーリングトームなので、これは、タウンホールポイズンに対してもヒール効果を与えることができるんですが、どうでしょう。ロイヤルチャンピオン落とされる。ディガーもここ結構落ちてはくれないな、全然と。シングル IT もこれは HP 結構減ってんだよな、それ。うわー、落とされた。ウォーデンが強いな。ディガホグはだいぶ溶けていきます。シンプルにね、タウンホール16の火力っていうところとハードモードの火力で、ディガーは新レベル来たとはいえ、結構ね、自利品な全開が多い感じにはなってるんですけど、
クイーンが落とせなそうですね。流れた小物ユニットたちは大砲アーチャータワー大工の射程圏内に入って全部落とすことができました。が、クイーンとウォーデンはこれ落とすことできない最後の施設になっている。ディガホグらしさが見えるような、なんか数で押せるね。圧倒的全開っていう感じではないんですけど、押し切っていっての全開、ディガホグも機能しますか。さあ、ラストアタッククラウスということでね、ちょっと負けが決まってしまった上でのラストアタックですね。世界大会とかでもね、あったような、この負け角でのアタックって結構ね、難しいですよね。52天才のラバルっていうところで、まあ、この手のタイプの配置はなるほどね、片方どっちかを削ってっていうようなランチャーだよね。まあ、クラウスがかなり得意としてるようなタイプの天才ラバルかなと思います。ゴーレム縦にキングクイーンを展開して、ベビドラ反対サイド。まあ、ハードモードとかじゃなかったらこの辺ね、ゴーレム採用するようなこともしなくてもね、なんか軽くジャイアイゴレとかでもよかったところかもしれない。あ、でも結局それぐらいならね、10枠足してゴーレムのが仕事するところでもあるのかな。かなり火力高いですが、ウォールブレーカーしっかり通っていく。もうすでに勝ち確って感じだな、これ。形が綺麗すぎてもう、すでにぶっ刺さってる顔してるもんね。で、キングのクエイクブーツもあるので、まあ、クエイク、なんだろう、ランチャーの穴開け能力とね、ウォールブレーカーに頼らず、この後キングが、とね、クイーンが伸びるっていうのが強いですね。これが昔なかったね。強みで、なんかスーパーディガー出てきたんだけど。何これ。防衛からはスーパーディガーが2体登場。2体ともクイーンに向かって進んだので、このディガーの爆破ダメージで結構落ちてクイーン落ちますね。本体のクイーンが落とされてましたね。仕事したな。さあ、ロイヤルチャンピオンタウンホールへロケットスピアを当てていく。ロングショットで落としきっていく。本来ならばここラバルでね、ウォーデン使ってタウンホール取っていくようなプランだったと思うんですけど、ロイヤルチャンピオンだけで突破することができちゃいましたね。さあ、余ったポイズンロイちゃんに打ちつつヘイスト。いい形すぎるな。圧倒的だね。いや、これ超余裕あるな。全然全開ってやつ。圧倒的全開です。結構ね、世界大会前にも実は聞いてたんですけど、ラバルが実は強いですよ、ハードモードって。聞いてたんですよ。このロケットスピア型のラバルがだいぶ強いですよと。こうやってみると、やっぱ強いっすね。クラウスもね、レジェンドリーグほとんど、ルートライダー編成とね、この編成で回してたんだけど、隣で見ててもね、やっぱめちゃくちゃ強そうだったもん、これ。欠点は、ロケットスピアのレベルを上げなきゃいけないことです。だいぶ欠点。ということで、14対14、破壊率 1% の差で負けてしまいました。一応時間見ときますか。タイム全く一緒だったんで。1% 同点で、ギリどうなるかみたいな感じだったかなっていうところなんですけど、惜しかったですね。まあやっぱハードモードなんでね、ミスが起こってしまうこともあると、だいぶいい前回もね、たくさん生まれていたところだったんですが、配置もね、タウンホール16最後というところでね、お互いにいい配置を出し合ってというところで、特にナビの方は配置の傾向をガラッと変えて結構対策陣みたいなのを採用されてますね。アタックの方もね、非常に面白く楽しい対戦だったかなと思います。というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、シェアしての撮影動画でしましょう。さよなら。